はい、皆さん、ちょっと大変なことが起きた。みんな速報。リップルは SEC に対するクロスアピールを落とし XRP 訴訟を終了します。はい、この件についてちょっと話してきます。リップル社の、CEO ブラッド・ガーリンハウス氏は、同社が SEC に対するクロスアピールを取り下げると発表しました。 SEC も控訴を取り下げると予想されています。これにより2020年12月に始まった4年間にわたる XRP の訴訟は終了しました。2020年12月に始まった XRP 訴訟は大規模な展開の中でついに終結を迎えようとしています。これはリップル社が SEC に対する控訴を取り下げる計画を発表し、欧州委員会もこれに続くと予想されていることを受けてのことです。X の投稿でブラッド・ガーリングハウスは、リップル社が SEC に対するクロスアピールを取り下げ、委員会も同じように仮想通貨会社に対する控訴を取り下げると発表しました。彼はさらに、彼らがこの章をきっぱりと閉じ、重要なこと、つまり価値のインターネットを構築することに焦点を当てていると述べました。これはトレーサ判事が XRP 訴訟の示唆的な判決を求める共同申し立てを却下した翌日のことです。トレーサ判事は両当事者に対し、単に控訴を取り下げることで訴訟を終わらせる選択肢があると伝えていた。両当事者はそれぞれの控訴を推し進めるのではなく、このルートを取ることを選択した。コインアップが報じたように、法律専門家のフレッド・リスポリー氏は、リップル社と SEC が控訴裁判所でトレース判事の差し止め命令に対する判決に異議を唱えるのではなく、控訴を取り下げると予想していました。この動きにより、差し止め命令はそのまま残ります。しかし、両当事者は XRP 訴訟の最終判決でトレース判事が命じた1億2500万ドルの罰金に対して、リップル社が5000万ドルを支払うべきであることにすでに合意しています。この判決により、2020年12月に始まった法廷闘争についに終止符が打たれることになります。みんなおめでとう。はい、ということでね、あとはいいかな。訴訟の裏話、ちょっと話そうか。訴訟の裏話。この訴訟は昨年、トレース判事がリップル社が機関投資家向け XRP の販売を通じて証券法に違反したと裁定し、仮想通貨会社に対して1億2500万ドルの罰金を命じたと注目するべき段階に達していました。しかし彼女はそれ以前に XRP はそれ自体が証券ではないと裁定していました。SEC はゲイリー・ゲンスラーの下で、その後トレース判事の判決を不服としてより高い罰金を要求しました。一方、リップル社は XRP 訴訟で控訴を行い、差し止め命令に異議を唱え、罰金の減額を求めました。しかし、ドナルド・トランプの就任後、SEC は、暗号業界に対してより有効的なアプローチを採用し、その結果、委員会はリップル社と和解することになりました。両当事者は、委員会が金銭的判決のうち5000万ドルのみを受け取ることに同意し、SEC はトレース判事に差し止め命令の解消を要求することで合意しました。しかし、トレース判事はこの和解契約を採用する動議を2回にわたって却下しました。一つは手続き上の誤りであり、2つ目は昨日のことで、彼らが例外的な状況を示さなかったという理由でした。リップル社と SEC トレース判事の判決らの救済を求めるために控訴を続けるのではなく、この XRP 訴訟の章を閉じることを決定しました。この発表を受けて XRP の価格は2.149ドルまで上昇しましたということで、皆さん終わったということで、はい、ということで、終わったでいいのかなね、終わったと書いてあります、皆さん。はい、ということでね、さっきね、ポッドキャスト一生懸命作ったやつあげたんだけどね、あげた途端にこんなニュースが出てきたからね。はい、ということでね、紹介しようと思いました。はい、それチャート見てはい、それで XRP のね、これ冷やしのドル建てになりますけど、これ冷やし、ちょっと上がったのかな、1時間、ちょっと上がったのかなね。はい、ということでね、もうね、ここを締めだぞと、いうことで、ここで買ってさ、ここで買って、このラインで買ってグイグイグイって言って、で最終的にこの三角形出るのが理想だよねって話したけど、そうなりそうだよ。みんなもう終わったし、裁判は、だから結局ほら、ここで OK じゃないですか、このまま行けばの話だよ、
はい、ということでやっと行くぞみんなこれで、だけどあまりなんか反応はしてないような感じはするけど、そんなことないのかな。ね、はい、とにかくねもう最終局面来ていたからね、どっちにしても、これでね同感が来るんじゃないの。ね、はい、徐々に同感作っていくんじゃないはい、以上です。はい、続いて XLM 円建てです。こちらは、ね、34円と、ね、いうことで、これもいいじゃないですか、ね、もうここの33円だよって、ね、俺の目線は、ね、まあそれより下は一応あるけどって話してきたけど、もうここで終わりそうじゃないですか、ね、はい、ということでやっとこれでドカンに向かっていくかな。4時間、4時間。いやこの話を早くみんなに知らせなきゃ、だからパパッと動画をちょっとね作って終わりにしようと思いますはい、ということでね皆さん、XRP のねリップルの、SEC 訴訟、終了ということで、両方とも控訴を取り下げるっていうような形になったねこれはね。控訴をさらに続けるじゃなくてね。はい、ということで、そういうことになるんだということです。はい、皆さんいつもありがとうございます。では、この後ね楽しみにしておきましょう。失礼します。